Anakin Skywalker. はい、どうも皆さんこんにちは。セーバーアーツスタジオのじゅんです。今回はですね、レビューの動画になります。はい、TXQ セーバーズの、アナキンスカイウォーカーエピソード3の SE というタイプなものになります。SE は、何の略かというと、おそらくなんですが、シンプルエディションの略だと思います。具体的に何がシンプルなのかというと、実際のプロップと違って、かなりいろいろ簡略化をされてるようなですね、デザインになっているので、シンプルエディションという形だと思います。多分利点としては何がいいかというと、シンプルにちょっと安めなのと、いろんな突起とかがないので、握りやすいっていう感じですね。ということで、シンプルエディションっていう需要が多少おそらくあるんだと思うので、こういうのが出たのかなというふうに思ってます。はい。はい。で、過去私の方で、実はこのシンプルエディション、アナキンスカイウォーカーのタイプのシンプルエディションみたいな感じのをちょっと自分で、いろいろいじくり回して作ったのがあったので、ちょっとそれと比較したいと思います。はい、こちらですね。はい。これが私が以前、アナキンスカイウォーカーエピソード3のスタントセーバーとかって言って動画で上げたことがあるものになるんですけど、これ当時私がこれ作った時はこのアナキンのエピソード3のタイプのシンプルエディションはまだ出てなくて、でちょっと私が仕方なく、アクション用としてこれを、エピソード4のルークのモデルだったと思うんですけど、それをちょっとアナキンっぽくちょっと微妙に改造してみたってことをしたらですね、その後すぐこれが出まして、なんでじゃあこれ作る意味なかったじゃんっていう感じなんですけど、効果不効果こういったものが出ましたんで、はい、ちょっとこちらの方もですね、買ってみました。ということでいろいろ解説レビュー等できればなというふうに思ってます。じゃあざっくりですね、ディティールの方ですが、こういうような形ですね。はい、大体はアナキンエピソード3のデザインをなんとなくこう模しているような感じになってます。この辺のところですとか、あとはこの辺とか、ちょっと色とかいろいろ違うんですけど、はい、とかあとこの辺とかなんとなくですけどね、はい、なってるかなという感じで、一番ちょっと違うのがここですよね。もう完全に、はい、ここにいつもの TXQ とか LGT とか中華系のメーカーの、得意なって言ったらあれですけど、あるあるのボタンがここに今ついてるというような感じです。で、通常だとおそらくこの辺になったと思うんですけど、コントロールボックスがつくと思います。大体、こういうやつですね。こういうコントロールボックスがここに通常つくんですけど、それがないというような感じですね。はい。で、ちょっと細々言うとですね、いろいろ変な残念なとこあるんですよね。ここが中心が合ってないとか、あとなんですかね、あとこのカバーテックホイールの位置も変な位置についてたりするんで、本当だったらこれ多分ここに対して裏につくのが多分プロップの正しいやつなんだと思うんですけど、それなってなかったりとかっていう感じですかね。でもシンプルエディションとしてアナキンのライトセーバーっぽい感じでチャンバラしたいよっていう人にはいいのかなという気がします。あと違いとしてはここですね。ここの突起の部分がなんていうのか忘れちゃいましたが、ここがなかったりとかいろいろ簡略化されてますね。はい。でちょっと思った感想はなんですかね、シンプルに軽いですね。アキュレートモデルと言われるものって結構重たいんですけど、これはだいぶ軽く作られてるんで、そういう部分ではいいかなというふうに気がします。はい。私はそんなに気にはならないというか、ありかなっていう、スタントセーバー用として買うのはありなのかなというような気がしてます。で、今回はアナキンエピソード3の、シンプルエディションになるんですけれども、こちらをですね、ちょっといろいろ分解していこうかなというふうに思ってます。いろいろ不満な部分がね、あると思うんで、そこをちょっとできるだけ自分の理想に近づけられるようにいろいろ分解していきましょうというような、回になってますので、ぜひね、気になる方は見ていってどういうふうに分解するのかとか、見ていただければなというふうに思ってます。はい。
で、今回ですね、ボードはですね、SNV4 Pro っていうサウンドボードですね。TXQ の独自のサウンドボードになると思います。で、いわゆる中華系のセーバーの、独自のサウンドボードって、いろいろ変な機能とかいろいろあって正直いらないんですよね。なのでちょっとそこは私はあまりちょっと好みではないので SNV4 Pro からプロフィーボード、いつものプロフィーボードの方に載せ替えるっていう作業をしたいと思ってます。はい。で、ちょっとね、じゃあ試しに起動させてみますね。はい。で、電源をつけるとこういう風にLED のライトがつくんですけど、これがちょっと僕的にはあんまり好きじゃなくて、まずそもそも光らないようにしたいっていうのが大前提としてあります。で、これなんでこの SNV4 Pro は起動するときにここ光らないといけないのかっていうと、いろいろモードがあって、そのモード変更をするときにこの点滅の回数でもって今何モードに入ってるっていうのを判別する必要があるんで、こういう風に光るようになってるんだと思うんですよね。なのでプロフィーボードとかってそういうめんどくさいモードに入っていろいろ設定するってことはないので、それをやる必要がないんで、光る必要がないんですよね。なので、光らないボタンに変更しても何の問題もないんですけど、この SNV4 で光らないボタンにしちゃうといろいろ後で後悔することになると思うので、あまりそれはおすすめしないです。なので光らないのがいい方はプロフィーボードにしてスイッチの方を LED じゃないものに交換するっていう作業をする必要があるのかなと思います。はい、一応一旦起動させます。はい。普通にネオピクセルとしては普通に使えますので、あんまり気にならないとは思うんですけど、気にならない人は気にならないと思うんですけども、ちょっとね、細々ね、気にする人もいると思うんで、ちょっとそこは好みかと思います。はい、じゃあちょっとね、今回中身の方を開けていきたいと思います。で、ここが、まず外れます。はい。ですね。こういった形です。これタイプ C 給電がついてます。で、シャーシはなんかいつものね、タイプだと思うんですけど、ここが芋ネジで固定されているので、ここを緩めると、この 12mm のスイッチのところを引っ込むような仕組みですね。はい。引っ込むので、これが抜けるというような感じです。はい、シャーシはこういう感じですね。はい。で、今回ちょっと驚いたんですけど、なんと保護回路付きのバッテリーが入るようになってました。前はここポインテッドバッテリー、この裏みたいな感じで保護回路が付いてないタイプのものしか対応しなかったんですけど、なんかこのシャーシはついにですね、保護回路付きも入るようになったので、こういういわゆるキープパワーとかのいつものバッテリーが入れられるように、変わってますので、はい、そこが安全性が上がったのかなという気がして、それはすごく良かった点かなというふうに思ってます。はい、でこれがSNV4 Pro っていうサウンドボードですね。ちょっと今回これを外して、プロフィーボードに変更したいと思います。はい、ということで、じゃあちょっとシャーシの方もね、分解をしていきたいと思います。はい、ここ4点ですね、骨地で止まっていますので、これを外していきます。これネジなくさないようにお気をつけください。あとこれネジちっちゃいんで結構舐めちゃったりするんで、それも気をつけてください。で、こういう風になっています。はい。で、いろいろね、ハンダ付けがされているので、これを、外していくような形になるかと思います。じゃあね、まず最初ちょっと簡単なところからスピーカーからですね、ハンダゴテで当てて外していきたいと思います。ここ、スピーカーはなんか接着剤で止まっているので、ちょっと強引さが必要です。はい、取れました。グリッとやったら取れたんで。はい。で、ボードから取り外しますか。ボードの方にハンダゴテを当てて外しちゃいたいと思います。
はい、取れました。はい、簡単ですね。はい。じゃあ、どんどん外していきます。はい、これは Type-C のボードですね。はい。これも、ちょっと一旦邪魔なんで外しちゃいたいと思います。はい、ボードも外れました。これなんかマクロの接着剤で止まってたんで、ちょっと強引にグイッとピンセットなどを使ってうまく外しました。あとは、最後、ここも外しちゃいましょう。じゃあ、あとは、ここのスイッチですね。ここはい。こういう感じですね。こういう風になってるので、取り外していきたいと思います。よし。後でこれね、元に戻しますんで、はい。あまり壊さないように慎重にやってください。はい、スイッチも外れました。はい。はい、ボード外れました。あとはこのポゴピンですね。ポゴピンを外します。はい、外れました。はい。簡単ですね。簡単に外れてしまいました。で、このボード、SD カードはちょっともったいないので、流用します。はい、これだけ回収して、このボードは、ちょっと、何かでね、使う時があれば使うっていう感じで、基本はちょっと使わないかなと。です。で、ポゴピンも外れています。で、このタイプの、スイッチなんですけども、これね、LED のつくタイプの12切りのスイッチになってますんで、これを、LED がつかないタイプのスイッチにちょっと変えようかなと思います。はい。で、スイッチを変えようかと思ったんですけども、LED をつかなくすればいいので、LED の、電源に供給がいかないような形にしたいと思います、今回は。はい。で、全部取り外したシャーシがこちらになります。はい。なんか以前よりもちょっとデザイン性が増したかなという感じはしますが、基本の構造は同じですね。はい。ちょっとね、もうちょっとこれ改善できないかなというふうな気持ちはあるんですけど、これいちいちこうパカッと開けなきゃいけないんで、そうしなくても成立するシャーシできるはずなんで、なんかそっちをですね、やってほしいなというのは思ってます。はい。これ何にしても、18650の保護回路付きが付けれるようになったのはすごくいい点かなというふうに思ってます。ちょっとね、こっち今回はこのシャーシの塗装の方もやっていきたいと思ってます。